こんにちは、こんばんは。はるです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、ディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。前回からだと、ブンデスの TOTS、そして今行われているリーグワンですね、の TOTA 選手たちを主に、追加をしてます。まずは D ですね。D はですね、こちら新選手2名ほど、いますね。リーグワン TOTS からですね、1幕ララ、そして TOTS6 個ですね。この2名を新しく追加をしてます。でそして前回からだと下げた選手もいまして、バーサスアイスのスピナッツォーラだったりとか、あとはファンタジー FC モリーナ、なんかをここに、下げてます。まずは新選手1幕ララですね。ララはですね、やっぱり過去作非常に人気があったカードになりますし、今作は初特殊ということで、ちょっと期待をしていたんですけれども、やっぱり S 選手として見ると、普通っていう風な感じですかね。あまり強さは感じないという風な選手になりますね。もちろん OVR とか、能力的な部分もそうなんですけど、やっぱりね、こう運んでいくスピードあったりとか、その軽さみたいなのも、別に S の選手じゃなくていいっていう風な感じにはなりますし、パス面もね、あんまりうまくはない。もちろんプレイスタイルね、ついてたりとかするんで、補填はされてるんですけど、なんですかね、なんかありがたいなって思うことも、少ないっていう風な感じですかね。一ついいところで言うと、サイドバックとしてはまだシュートが打てるのかなっていう風な、感じなんで、ウィングバックとかだったら、割といいのかなっていうのは思います。ただ別に、新選手、この S 期間で登場する選手としては、別に強くはないかなっていう風なところですね。そして続いて6個ですね。6個も、もちろん D ランクに入れてるんで、代わりは全然いるっていう風な選手になりますね。特に冷静さが81っていうのがちょっと厳しいところではありますね。もちろんサイドバックは、そこまでね、前線とか中盤よりも冷静さは高くなくていいのかもしれないんですけど、ただそれでもやっぱりサイドバック、ディフェンダーの選手でも冷静さが高い選手は多く出てきてはいるんで、そうなってくるとやっぱ低い選手は、あまりいらないっていう風なところですね。で、かといってそれを、こう、補うような能力の高さだったりとか強さっていうのもあまりなかったりはしますんで、ロングパスのね、プラスとかがついてるんで、そこのサイドチェンジっていうのは素晴らしいだけに、ちょっとそれしかないかなっていう風な感じですね。そして続いては C ですね。C はですね、こちらも新選手何名かいますね。TOTS、パブロビッチ、そして、チアゴ・サントス、そしてウォーカー・ピーターズですかね。この3名ですかね、を新しく追加をしています。また前回からだと、バーサスファイヤーかなのトリッピアだったりとか、あとはカマビンガも下げてるかな。で、あとはリコ・ルイスなんかも下げてますし、ヤンコウトも、前回からだとここに、下げて入ってます。またライブのね TO です。オタメンディなんかは90にアップグレードをされているという風なことですね。まずは新選手、パブロビッチですね。悪くはないですね、普通に。特に空中戦なんかは結構強いセンターバックになりますし、ペースもね、85まで上がってますんで、パス面がちょっと残念っていう風なことですね。パスがちょっと気をつけないといけないんで、そこだけは注意ですけど、ある程度こう守備力も高くって、フィジカルも強いっていう風な選手になるんで、その取った後っていうところだけを気にしていればいいかなっていう風なところですね。ただ相手に見ることもね、やっぱケミがかなり難しいし、プラスでもないんで、ほぼ相手にいることないんですけれども、現環境では C ということにしてます。そして続いてはチアゴ・サントスですね。この人もね、もちろんやっぱ TOTS 特にリーグワンなんで、やっぱ5大リーグの S 選手としては物足りない部分っていうのはあります。特に空中戦だったりとか、フィジカルの部分っていうのは、弱い、選手にはなりますね。ただ、攻撃的なサイドバックとしては持ちやすい選手になりますね。十分ドリブルも軽くって扱いがしやすい選手になりますし、スピードもそれなりに速い。一応で99完走してるんですけど、爆速っていうほどではないかな、自分が使った時は。
別に普通に追いつかれる時はあるんで、ちょっとここは詐欺っぽいところはあるのかもしれないですね。なんで、基本的にはスピードで無理するっていうことができないので、その軽さで相手をずらして、運べるときは運んでいくっていう風な感じがいいのかなと思います。一応守備もある程度できるんですけど、やっぱ先ほど言ったようにフィジカルが弱い時はあるんで、ちょっと中途半端に思えるかもしれないっていう風な選手ですね。そして続いてはウォーカー・ピーターズですね。ウォーカー・ピーターズの方が多分チアゴ・サントスよりかはいいかな。まだいいと思える人が多いんじゃないかなと思います。悪くはないですね。全然普通に使えるっていう風な選手にはなるんですけど、守備のプレイスタイルの部分がもう少し多ければ良かったかなっていうのは思いますね。運んでいくスピードとか、ドリブルの軽さっていうのは十分にありますし、クイックステップとプラスっていうのは素晴らしいので、結構いい選手にね、強化をされたんですけど、やっぱりサイドバックをね、みんな強いんで、B にはいかないかなっていう風な感じですね。そして続いては B ですね。B はですね、こちらも新選手何名かいますね。TOTS ダンテ、そして一幕トディボ、そして TOTS ターですね。そして一幕タプソバー、で一幕ペペですね。この5名かなを新しく追加をしてます。また前回からだとキンペンベだったりとか、あとは Y のラームですね。ここら辺の選手を下げているかと思います。で、インカピアは91になってますかね。まずは新選手、ダンテですね。ダンテはですね、悪くはないですね、この人も。非常にスピードがあれば、より高いランクに行けたかなという風な選手ですね。守備力に関しても結構高いですね。普通にブロックだったりとか、足をしっかり出してくれる場面っていうのはあります。で、フィジカルも強いし、あんまりね、フィジカル負け、そこまでしなかったかなっていうのを思いますし、またね、意外とロングパスのプラスがついてるっていうのも、個人的にはありがたい、ところではありますね。サイドチェンジとか、大きくね、サイドバックにボーンと蹴れるっていうのは、いいポイントになりますし、レースはリアクションもある程度高くなってますんで、ペースがもうちょっとあれば個人的にはより良かったかなっていうのは思います。そして続いてはトディボですね。一幕トディボ。トディボの方がやっぱりそうですね、ダンテよりもいい感じですけど A にはいかないかなっていう風な、ところですね。一応ペースもすごく速い選手になってまして、フィジカルも強くって守備力もあるという風な選手になりますね。で、取った後も結構軽さがあったり、しますし、個人的には予測があればなんかここ取り切ってくれたんかなって思うシーンがあるんで、予測はやっぱ必要やったかなと思います。このトリボっていう選手にとっては。なので、そこがついていないっていうのはちょっと残念ですけど、一応ブルーザーとかブロックプラスで持ってますし、ロングパスもね、ついてるんで、十分スタメンに入っててもおかしくはない。現環境、このレベルの選手ですら個人的には B っていう風なことなんで、やっぱり現環境ね、強いセンターバックの選手たちが多くね、出てきているなと思ってます。そして続いてはターですね。ヨナタン・ターになります。この人もね、全然悪くはないし、コスパはね、いい選手になりますね。もう少しすると多分10万以内で買えると思うんで、レンジがね、解放されれば買ってみてもいいかなっていう風な選手ですね。基本的にはフィジカルも強い選手にはなりますし、パスもね、うまいっていう風な感じですね。で、一応取った後もある程度操作が、しやすくて、ビルドアップもしっかりできるっていう風な感じで、空中戦も強い選手にはなりますし、一応予測もついてると。で、逆足も4っていう。で、ペースがもう少しこの人もあればっていう風なところにはなりますね。87とか欲しかったなってのは思うんですけど、こういうのも十分使える、スタメンに入っててもおかしくはないという風な選手ですね。そして続いてはタプソバーですね。この人もね、全く悪くはなくって、もちろん理不尽さはね、やっぱ A ランクの選手と比べるとないんですけど、値段以上には使えるなっていう風な選手ですね。決めが難しいだけっていう感じですね。特にロングパスのプラスついてるっていうのはこの人もね、素晴らしいですし、ブルーザーのプラスついてて結構フィジカルでも負けない、力を持ってますし、守備力高い選手にはなりますんで、一応予測とかもついていてね、割とね、いい選手になるんですよね。で、普通に空中戦も、ある程度戦えて、ペースも85まで、上がってますんで、
結構いい選手になります。ただやっぱり他の選手も強いし、その選手たちよりも、AI 面だったりとか、あそこ行ってくれへんかっていう、その試合がおかしかったのかもしれないですけれども、そういう場面はね、やっぱ結構多かったので、個人的には、B ということにしてます。ただ、値段以上に普通にコスパはいい選手で使えますね。そして続いてはペペですね。こちらも一幕で登場をしましたペペ。この人もコスパですかね。値段が安いけど強いっていう風な選手になりますね。ちょっと A に上げようかどうか迷ったぐらいの選手にはなりますね。ただいかんせんやっぱケミが難しいんで、ほぼ相手に見ないですね。ポルトも難しいし、ポルトガルで組むっていう風になっても、ね、なかなかポルトガル人だけでっていうのはちょっと厳しいっていう感じで、プラスだったらもうちょっと値段は高かったのかなっていうのは思います。実力はしっかりある選手で、守備力高くってフィジカルもね強いし、身長はそこまでないかもしれないんですけれども、空中戦も、強かったりします。でペースも86まで上がってますね。あとはリアクション、冷静さむっちゃ高くなってますし、パスもね、うまいっていう風な選手で、特に予測もねありますし、あとはブルーザーとかイオサンシなんかもついてるという風なことで、本当ペペ何歳ですかね。もうかなりのベテランだと思うんですけれども、 S でね選ばれるっていうのはすごいことだなと思いますね。そして続いては A ですね。 A はですね、こちらも新選手何名かいますね。 TOTS シュロッターベック、そして一幕からヌーノ・メンデスですね。この2名かなを新選手として、挙げました。でまたですね、前回からと多くの選手を少し下げてます。バースデーのバランだったりとか、アカンジですね、ショーダウンのアカンジだったりとか、またバースデーアイコンザンブロッタだったり、Y アイコンリオ・ファーディナンド、そして TOTS サリバだったりとか、あとはですねコンパニーかな、ファンタジー FC ヒーローのコンパニーなんかを少し下げているという風な感じになってますね。バランはね、なんか最近使ったらちょっとなんか弱くなってるような感じがねしたんで、ちょっとここに、しましたね。でまた92に、バスケスはなっていると。で後々93に、なる予定なんで、 SBC 作った方は非常にね良かったのかなと思います。まずは新選手ニコ・シュロッターベックですね。 S で選ばれてます。この人30万ぐらいかな、35万ぐらいかなで買えると思うんですけど、結構いい選手になりますね。取り切る力があったりとか、スピードも、十分速い選手になりますし、一応予測のプラスなんかも新しくついているというふうなことですね。除菌のプラスもついてるんで、結構除菌もしやすかったりとか、しますし、ある程度の軽さみたいなのも、あったりしますね。でパスも結構上手い選手にはなりますんで、これがまた逆足4とかだったらより良かったかなっていうのは思います。もともと結構コスパなね、選手だったんですけど、S に選ばれて結構化けた、カードにはなってますね。そして続いてはヌーノ・メンデスですね。メンデスもかなり強くなりましたね。今作初特殊だと思うんですけれども、S で、非常に強化をされたというふうなことですね。特に逆足が5というふうなことは非常に素晴らしくですね。結構パス面の改善もしっかり見られているというふうなことですね。でクロス、非常に上手い選手にはなりますんで、上げてあげた方が結構この人の良さっていうのは出るかなと思いますね。非常にスピードが速いし、ドリブルも軽い選手になるんで、相手を切り裂けるちょっとウイングっぽい、サイドバックにはなりますね。で守備に関しても結構改善を、されてますんで、かつこのスピードなんでかなりね攻守において非常に強いという風な選手になりますね。リーグワンの中でもめちゃくちゃ強い方の LB の選手にはなります。そして続いては S ですね。 S はですね、こちら新選手何名かいますね。 TOTS の一幕デイビス、そして TOTS グリマルド、フリンポン、そして一幕ウパメカのマルキーニョスですね。これらの選手を新しく、追加をしてます。また前回からですね TOTS かな、ライブの TOTS ビセックを S に上げました。前回からとプラス1されました。能力上がりました。で後々93に今後なる予定になりますので、非常に強くなった、カードになってますね。まずは新選手アルフォンソ・デイビスですね。一幕で、登場をしました。一幕のレベルではないですね。かなり強い選手になりますし、攻撃的なサイドバックとしてトップクラスに、強い選手になりますね。
基本的には決めは難しいですけれども、少し合わせてあげたい、合わせる価値があるっていう、それぐらい強い選手になりますね。もともと守備能力以上に強かった選手になりますんで、そこから能力もねしっかり伴ってきたという風なことですね。あとは空中戦も、強くなりましたし、またブロックのプラスがねついてるっていうのは素晴らしいなと思います。クロスのプラスもついてますし、クイックステップのプラスなんかもねこのペースに加えて、ついてますんで、めちゃくちゃ強い選手になってますね。そして続いてはグリマルドですね。グリマルドに関してもですね、かなり強化をされました。ただまあなんかちょっと空中戦の部分がやっぱ身長がねもともと171センチぐらいかな、低いんで、そこでどうしようかなって迷ったんですけど、ただ地上戦がねマジで強いんで、ちょっとね、しかも空中戦もむっちゃ弱いってわけではなくて、やっぱジャンプもね結構高くなってるんで、頑張ってはくれるっていう風な、ところで総合力でちょっとここに、しました。本当にね軽いし扱いがしやすいのにしっかり刈り取るっていうことができる選手になるんで、かなりブンデスの、ね、S の中では当たりの選手やったかなと思います。やっぱ予測のプラスがね新しくついたっていうのは結構大きいのかな。あともちろん能力のねアップグレードもあると思います。バーステの時もね一応予測がついてたんですけど、もちろんこれまで以上に取ってくれたけれども、やっぱ身長面だったりとかで取りきれなかったっていうのがあったんで、ただ S はあんまりないかな。もうなんかちゃんと取ってくれる、軽いのになんかもうほんと理不尽に、取ってくれますんで、かつやっぱりパス面、ビルドアップ面だったりとかは素晴らしくいいですし、速さもあるんで、ちょっと万能すぎるサイドバックという風なことで非常に評価をしまして、ここに入れてますね。そして続いてフリンポンですね。フリンポンもね同様ですね。身長は171センチで、空中戦むっちゃ強いってわけではないんですけど、ちゃんと頑張っては、くれます。めっちゃ負けるっていう方ではない。やっぱ女子選手の方が負けてしまうんで、そうなってくるとまだ、やっぱり頑張ってくれるっていう風なことで、それ以外は正直何もないですね。圧倒的なスピードと、やっぱ攻撃に出ていった時の脅威さっていうのはとんでもなくありますし、またクロスに関してもプラスがねついているという風なことで、別に自分で行くこともできるんだけれどもクロスで終わらせるっていうこともできるし、かつスキルもね、5なんで、むちゃくちゃ強い選手と、よりねなりました。 Y より能力高くなってるし、本当さすが S っていう風な感じですね。そして続いてはウパメカノですね。ウパに関してはちょっと意外かもしれないですけど、やっぱね冷静さが高くなったという風なことが非常に素晴らしいですね。でかつ予測はついてないんですけど、なんかちょっとビセックタイプなんかな。予測がついてないけど、なんか自分が使った時は結構取り切れましたね。普通に取ってくれた。あとは取れなかったとしてもペースがめっちゃ速いんで、なんかすぐに切り替えてまた後ろから追いかけていって取り切るっていうこともできる。またブロックもしっかりしてくれるっていう風な選手になるんで、それこそサリバがね A にいたと思うんですけど、ちょっとねサリバよりも自分的には強いかなと、思ったんでここに入れてます。身長もう少しあったり、もちろんスタミナですね。スタミナが77、ちょっと低いんで、そこも加味するとA なのかもしれないんですけど、正直ねディフェンダーはスタミナそんな関係ないかなって思ってたりするんで、個人的には S という風なことにしてます。もし今後スタミナがめちゃくちゃ気になるような仕様になるんだったらちょっと下げる必要はあると思いますけど、個人的には別に1試合の中で決めきればいい話なんで、試合をね。なんで、ウパメカノはそこまでスタミナの部分は気にならなくって、他は特に不満はないっていう風なところですね。もちろん予測がついてたらより良かったんですけど、なくとも自分的には強かったという風なことですね。そして続いてはマルキーニョスですね。この人は全てを兼ね備えた選手として登場をしてきましたかね。特に言うことがないぐらいですね。非常に扱いがしやすく、ペースも90まで行きましたし、しっかり取ってくれる力っていうのもあると。身長低いですけれども、特に空中戦弱いなと感じることはなくって、取り切る力もあるという風な選手ですね。本当逆足が3っていうところ以外は全く言うことがないぐらい非常に強化をされた選手になりますね。ただ逆足3でももともとめちゃくちゃパス能力高いし、一応プレイスタイルでもついてるんで、パス面がだからあんまり気にはならないんですよね。
なってくると、本当にほぼ完璧に近いような、センターバック選手になります。現環境十分 S ランクに、いてもおかしくはないという風な選手になってますね。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。